あなたが日和ちゃん？はい。聞いてたイメージ通りだな。何を話したんだ、かなみ。別にすっごいかがりに似てる。かなみさんも湊先輩に似てますよ。似てないでしょ。かなみは可愛い系だけど、私はセクシー系だし。セクシー系かな。じゃあ何？ガサツ系です。かがり！ったく、あんたは変わんないね。でもさ、お互いこんな可愛い娘が生まれるんだって。嬉しいね、かがり。はい。ほら、かがり、名前呼んであげて。はい。日和さん。娘だよ。さんなんていらないでしょ。日和。はい、日和ちゃんもお母さんって。お母さんもいつもは嫌がるくせに。今はいいの。母さん。日和。これは隔離用に漂う小さな隙間が徐々に隔離用の果てに飲まれているのかも。お母さん、最後に一緒に入れてよかった。何言ってんの？あんたたちは帰るの。でもどうやって帰ればいいの？どうって、そんなのわかんないよ。隔離用の果てに行ってしまったものはもう戻れないのでは？誰がそんなこと言ったの？戻ったという前例はありません。そうなの？でも体のあるあなたたちなら帰れるかもしれない。そのためには。やっぱりこうじゃないとね。なんでこうなっちゃったんだろう。できるだけ未練は断ち切っておいた方が戻る妨げになるかもしれませんので。未練って。とか言いつつ、本当はかなみも私と戦いたくてうずうずしてるんでしょ。やっぱりバレてる？母は何でもお見通しよ。行くよ。かかってきなさい。やっぱり強いな。全然勝てない。いいの？それ認めちゃって帰れないよ。みんなのところに帰る。日和ちゃんと一緒に。そうこなくちゃ。はあ。私たちも立ち会う？いえ、私はそういうところ私たち似てるのかもね。一つ聞きたいことがあります。何？あなたは悔やんでいますか？日和、あなたは今幸せ？はい。辛い時、重たい荷物を一緒に持ってくれる大切な人が、仲間たちがいてくれるから。そう。だったら何の悔いもないわ。はい。負
負けちゃった。湊先輩はとんでもなく弱い時がある。その村が湊先輩の剣なんです。だから大会でも勝てないんだよね。こんな勝ちだったらそれこそ何回も。よっと。そうそう、そういうこと。だからかなみはもう私と同じくらい強いんだよ。免許皆伝。ありがとうございました。かわいいかわいい私のかなみ。できれば本当の体で抱きしめてあげたかったけど、剣は私のすべて。全部託せた。お母さん。日和、母さん、母さん。前に進んだらもう戻ってはダメよ。はい。行くか、かなみ。じゃあね、体に気をつけて。お母さんもね。どう体に気をつけろって言うのよ。ずっと元気じゃないですか。あの子たちを見ると向こうの自分たちがどんなに幸せだったかわかるね。はい。おーい、あんたもこっち来たら。あんたも私たちと一緒でしょ。消えちゃう前に一試合しない？私に負けっぱなしじゃ悔しいでしょ。いいだろう。残された時間がどれほどかわからぬが。かなみ、大丈夫。いるよ。絶対手を離すな。絶対離さない。こうして顔を合わせるのも久しぶりだね。久しぶりって1週間ぶりくらいだよ。あれ、そうだっけ。最近忙しすぎてなんだか時間の感覚がないよ。荒玉が現れるのが前に比べて多いもんね。討伐したと思ったらそのまま次の出撃とか全然珍しくないし。それもそうなんだけど、勉強が忙しくて。はあ？嘘をつくならもっとマシな嘘をつけ。ひどっ！私が勉強したらおかしい？そりゃおかしいだろ。ぶっちゃけアホっちってバカだろ。ストレートすぎ。そりゃ成績は良くないけど。よくないなんてレベルじゃねえだろ。エスカレーター式の学校で進路指導室に呼び出されるとか。あそこは相談に行くとこで呼び出されるとこじゃねえよ。ほのちゃん、笑い事じゃないよ。だよね。っていうか、高等部に進学できるフッキーがおかしいんだよ、この裏切り者。何が裏切り者だよ。エスカレーター式だぞ。普通に高等部入れるだろ。入れない成績のお前がおかしいんだよ。あ、みほっち、いやアホっち、お前私もバカだと思ってるだろ。それよりちいね、大学生活はどう？やっぱり高校とは違う？強引に話題を変えやがったな。講義は専門的だし、みんな大人びてるし、毎日緊張し通しかな。父江だって十分大人びてるだろ。特に父が。
面白いことを言うのね。ごふきちゃん、そこの木陰に一緒に来る？いやだからその笑顔怖いからやめろな、副隊長様。だけど私が調査隊の副隊長だなんて本当にいいのかしら？私は適任だと思います。適性があると上が判断したからこその任命です。むしろ私は正式な辞令が下りるのが遅すぎたくらいだと思っています。そう言ってもらえると嬉しいわ。ミルヤと清子ちゃんは賀集清光の調査で忙しいのよね。はい、ものすごい量の資料で大変なんですよ。連日刀剣類管理局の資料室にこもりっきりです。フッキーはどんな感じ？あたしかカオルとさやかの遊撃隊に参加して荒玉ちゃんと楽しい日々を送ってるぜ。ああ、ところでゆいはどうした？今日は定期検診の日ですね。今頃は病院でしょう。検診のついでに花さんのお見舞いに行くってさっき連絡を受けました。そっか、花もリハビリ頑張ってるんだし、私も頑張らなきゃ。賀集清光が泣いてる？これって共鳴？花ちゃん、どうしたの？ごめん、ちょっと行ってくる。行くってどこに？私にもわかんない。でも作戦開始までには戻るから。もう来ないでくれと言っただろ。リハビリは順調だ。それだけみんなに伝えてくれ。君ならわかるだろ。同じ明賀都市だった君なら。ゆい、花さん、どんな顔をしてみんなに会えば、タギツ姫の呪縛が解ければ解けるほど、正気を取り戻せば取り戻すほど、胸が何かに突き刺されるように痛むんだ。調査隊のみんなは誰も花さんのことを悪いなんて思ってません。待ってますよ。花さんが帰ってきてくれること、みんな待ってますから。そうだといいな。ここに来いって賀集清光に言われた気がしてきちゃったけど、何してるんだろう私。もうすぐ作戦開始の時間だし、そろそろ戻らなきゃ。まただ。私に帰るなって言ってるの？清光、私に何をさせたいの？ねえ、清光。桜の花だ。もう春なんだね。日和ちゃんは最初に何したい？やっぱりチョコミント食べたい？食べたいな。かなみ、中将さん？みほのちゃん？じゃあ本当に？帰ってこられたのか。結局今年も勝てなかったな。そう簡単にはいかないか。でも次は必ず。決勝進出者両名前へ。
年の瀬の大災厄以降、各組織の活動は活発化し、その上、水面下では様々な組織が生まれている様子。それぞれの攻防も激化の一途をたどるばかり。茜様のご負担も今は目に見えて大きくはなっていませんが、いずれ敵対行動に出る者が現れることは確実かと思われますわ。現状ご報告できることはこの程度でしょうか。そうか、わかった。3人とも今日は無理を言ってすまなかったな。特務警備隊の茜直属のお前たちから直接話を聞いておきたくてな。ゆかり様、お体の具合はいかがですか？悪くない。少なくともこうして引き継ぎのための残務処理をこなせるくらいにはな。そんな、ゆかり様にはいずれご公務に復帰していただかないと。いや、全てを茜に任せ、私は一線から身を引くつもりだ。何せ今の私は都知としての力すら失ってしまったからな。隔離を封印した件ですか？ああ、あれで全ての力を使い果たしてしまった。今はろくにお刀を振ることもでき、たとえ体が完全に回復しても都知として再び立つことは望めないだろうな。そういうわけだ、夢。以前のようにいきなり切りかかるような真似はしてくれるなよ。もうゆかり様に遊んでもらえないのか。つまんないな。こら、夢！ゆかり様、申し訳ございません。気にするな。でもここに読みお姉さんもいればよかったんだけどね。昔みたいにみんな揃ってさ。黄泉の容体は不安要素はあるものの徐々に回復に向かっているそうだ。じゃあ読みお姉さんが戻ってきたらまたどこかに行きたいね。みんなでお花見したみたいに。無理を言うな、夢。ゆかり様のお立場は知ってるだろう。いや、黄泉が戻ってくれば何とかしよう。本当？やったー！特務警備隊としてお前たちが再び4人揃うのも間もなくのことだろう。茜には今後私以上に敵が増える。茜のことくれぐれもよろしく頼んだぞ。もちろん。誰が敵でも私が茜様を守ってあげる。そうか、頼んだぞ、夢。任せてよ。もっと陣営に余裕があればいいのですが、今はどこも人手不足ですから。山城結衣にも参加してもらいたいところだが、アンプルの二重使用という不安要素を抱えているからな。判断を下しにくいところだ。せめて荒玉の出現頻度が下がってくれればいいのですが、こればかりは。ないものを嘆いても始まらん。最善の策を模索するだけだ。ですが、柳瀬の指導のもと、後進の都知たちが目立って力をつけてきています。人手不足が解消され、各所への補充がなされれば、いずれご一緒できる機会も増えるかと。その時には私のすごいところまたいっぱい見せてあげるね、ゆかり様。ああ、その時が来ればな。おう、来たな、小吹。ああ、今日も世話になるぜ。時刻ひとひと04、七の里小吹特別遊撃隊隊長益子薫および荒玉ねねと接触開始。小吹には今日も存分に働いてもらうぞ。お前がいるとマジで助かる。荒玉ちゃんの相手は私がしてやるから、昼寝でもしてなって。そいつは名案だ。ぜひそうしよう。時刻ひとひと05、益子薫七の里小吹の昼寝の提案を受け入れる。薫、また間には本部長に怒られる。
なんならさやかも休んでていいぜ。出撃は私一人で十分だ。同ひとひと丸5、七の里小吹特別遊撃隊副隊長糸見さやかと接触開始。油断は禁物。それに荒玉討伐は私の仕事。やれやれ、相変わらず真面目ちゃんだな。でも最近調査隊よりこっちの作戦に参加してる方が多くないか？どこも人手不足だが、こっちの人手不足はマジで深刻だ。いっそ正式に遊撃隊に入隊したらどうだ？好きなだけ荒玉と戦える。労働基準法なんて完全無視でボロ雑巾のようにこき使ってもらえるぞ。時刻ひとひと丸7、益子薫七の里小吹の特別遊撃隊勧誘とともに組織批判を開始。でもアホっちのミホ面、違うミホっちのアホ面が見れないのも寂しいからな。もうちょっとの間遠慮しとくぜ。さやかの評価もうなぎ登りだし、ここに小吹が加われば無敵なんだがな。そうなりゃ隊長の俺も評価が上がって出世できるかもしれない。時刻ひとひと丸9、益子薫特別遊撃隊からの離脱及び自らのステータス向上願望を吐露。薫、出世したいの？偉くなったら人に仕事やらせて俺は休めるだろ。偉くなったらもっと忙しくなると思う。ああ、もう働きたくねえ。時刻ひとひとひと丸、益子薫明確なサボタージュ願望を吐露。真庭本部長への報告の必要ありと推察する。ってうるせえな。なんだよこいつ、さっきから空気読まねえちゃちゃ入れて丸聞こえなんだよ。ああ、こいつは荒玉研究チームのオペレーターだ。顔見かけたことくらいはあるだろう。本日は七の里さんの実践データ収集のため同行させてもらうことになりました。伴つぐみです。よろしくお願いします。オペレーターが戦場に直接顔出すなんて大丈夫なのか？警護をつけた方がいいんじゃないのか？こいつなら大丈夫。その辺のことはわきまえてる。元都知のオペレーターって変わり者だから、それなりに腕も立つみたいだしな。今日はデータ収集に徹しますから私のことは気にしないでください。そうか。ま、小吹が大丈夫って言うなら大丈夫なんだろう。ただくれぐれも無茶はしてくれるなよな。もちろんです。薫、そろそろ作戦開始の時間。やれやれ。そんじゃ適当に始めてくれ。よっしゃ、今行くぜ愛しの荒玉ちゃん。まだ遊び足りねえぞ。次の荒玉はどこだ。ほんと呆れるくらい元気なやつだ。薫も少しは小吹を見習った方がいい。俺はお前たちみたいな有能な部下の上司が似合ってんだよ。そのための特別遊撃隊だなあ、ねね。あれ、ねね。もふ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 。ねえ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 。もふ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 。ねえねえねえね荒玉ねね、腹部正面より腹部側面への接触を好む傾向にありと。お前ねね相手に何遊んでんだよ。いえ、荒玉への直接の接触はなかなかない機会ですからデータを集めさせてもらおうかと。今日は七の里さんだけではなく益子さん、糸見さんの実践データまで集められとても参考になりました。そっか、それはよかったな。時刻1308、本日の記録一旦終了とする。では
この記録は本日中にまとめて全て真庭本部長に報告させていただきます。ありがとうございました。そっか、それはご苦労だったな。って、おい、すべて本部長に報告って。お前まさか俺の言ったことまで全部報告するつもりじゃないだろうな。やめろー。舞ちゃん、かなみちゃん、久しぶり。本当に久しぶりだね。なんとか研究所のお仕事はもういいの？特別希少金属利用研究所ね。とりあえず一区切りついた感じかな。そっか。それじゃあしばらくゆっくりできるね。それがそうもいかないの。柳瀬グループの代表として新型ストームアーマーの開発に協力しないといけないから。それに増え続ける荒玉に対抗できるよう後輩の育成にもこれまで以上に力を注がなきゃ。すごいね。舞ちゃん、もう私と同い年とは思えないよ。そういうかなみちゃんだってすごいじゃない。すごいって何が？最近の活躍、噂じゃ今や最強の都知だって。そんなの初耳だよ。冗談じゃなくて？本当だよ。もう誰もかなみちゃんにはかなわない敵なしだって。持ち上げすぎだよ。私なんて師匠に比べたらまだまだだし。だいたいこの前の午前試合だって日和ちゃんに負けちゃったんだよ。私ももっともっと頑張らなきゃね。それにほら、ゆめちゃんだっているし、さやかちゃんだって腕を上げてるって評判だし。そうやっておごらない姿勢がかなみちゃんの強さの秘訣なのかもね。日和ちゃんともずいぶん会ってないな。なんだかずっと忙しいみたいで手合わせしたいんだけどな。舞ちゃんも忙しいからってあんまり無理しないでね。体壊したら元も子もないもん。そうだね。お互い体には気をつけよう。じゃあ私報告があるからまたね。うん、またね舞ちゃん。みんな頑張ってるな。私もやるぞ。だって私たちの限界はまだまだこんなもんじゃないんだから。おやおや、お疲れのご様子ですね。よかったらハグで元気注入しちゃうよ。ヘイカモンみほのちゃん。ゆい、それはいいや。どうしたのみほのちゃん。私に本気で恋しちゃった？もしそうならスーパーウェルカムだよ。ちょっと勉強疲れしてるだけだから大丈夫大丈夫。みほのちゃんが勉強疲れたなんてほんと偉いわ。今までのみほのちゃんなら教科書から一目散に逃げ出してたのに。だって逃げることもできないほどヤバいから、このままだと本気で高校上がれない。それはまた大変ね。勉強だけでも大変なのに、その上毎日何度も荒玉退治でしょ。さすがにぐったり。明るい話、何か明るい話しよう。美味しいシュークリームの話とか。それならちょうどいいのがあるよ。花さんのリハビリも順調で着々と回復に向かってるみたい。ほんと？よかった。花、早く退院できるといいね。そうですね。一日も早い復調を祈らずにはいられません。あ、清香ちゃん、ミリアさん、お二人とも今日も素敵ですね。ハグしますか？遠慮します。私も遠慮します。
またまた水臭いですよ。いつでもウェルカムなのに。ねえ、歌手清光の調査はその後どう？何か進展はあった？残念ながら進展と言えるような成果は。どうやら歌手清光についての詳細は意図的に記録を残していない痕跡がありますね。朝倉美穂の自宅、朝倉神社にも行ってみたのですが、特に記録は残っていないようでした。大荒玉を討伐したことがあるお刀ならもっと記録が残っていてもいいはずなのに。そうなんだ。まあ私も聞いたことないし、お母さんもじいじも何にも言ってなかったし。そういえばフッキー見かけないけどお出かけ中？七の里小吹なら遊撃隊と共に荒玉討伐に向かっています。調査隊の任務がない時はほとんど毎日参加してるみたい。フッキーのことだから荒玉と遊べて喜んでるんじゃないかな。間違いないね。無邪気に荒玉と戯れる小吹さん、マジ天使。年の瀬の大災厄から荒玉の出現頻度は増すばかりだもの。遊撃隊でも重宝されてるみたいね。好きなことやれて毎日楽しいんだろうな。フッキー羨ましい。市街地に荒玉出現。都庁の人たちにこれを迎撃せよ。繰り返す。出撃任務です。全員速やかに行動。フッキーいないじゃん。代わりに私がいるじゃないですか。久々に私のかっこいいところアピールする大チャンス。よーし、やるぞゆいちゃん、本当に腕上がったね。私たちの出る幕ないもの。わかっちゃった。最近ほんとすっごく調子いいの。もしかしてこれ直した？さて帰って歌手清光の調査を続けなきゃ。無理やり話変えたな。もうでも清香ちゃんのそういうとこがキュンキュンするんだよね。キュンキュン。私は参考書の続き読まなきゃ。あー、心が折れそう。弱気は禁物。ピンチはチャンスって言うもんね。なせばなる。まだ1年もあるんだもの。美穂ちゃん頑張って。そっか。1年もあるんだ。この勉強地獄が。この調査隊から落第生なんて、そんな恥ずかしいこと許しませんよ。いいですね、朝倉美穂の。いいですね。この1年勉強も任務も頑張ります。おや、今回は2人もご欠席ですか。これは珍しい。記憶にある限り初めてのことではないでしょうか。折り紙子飼いの子ネズミが何匹か潜り込んでおるようでな。その対応に追われてとのことだそうだ。さすがはゆかりの子飼い。並外れて優秀な子ネズミらしいの。しかも隙を見せれば本人が乗り込んでこようとする始末。まったく油断ならん女だ。ただでさえ大国への膨張に神経を使わされておるのに。ついにあれが覚醒し、金も時間も人も足りない。こんな時にな。あら、そちらのおっしゃる人とは都合よく死んでくれる理想主義者のことでしょう。捨て駒は
いつだって足りないものですわ。新参者が言うではないか。しかし東京一極に原資を回すのもこれまでにしてもらいたい。復興バブルなどただの目くらましに過ぎませんからな。刀剣類管理局も兵卒に徹しているなら可愛げのありますもの。兵卒に脳みそなど不要でしょうに。では我々脳みそは脳みそらしく本題に入るといたしましょうか。おいこら。ねえ。ね